はい、皆さんこんにちは、マーさんです。真っ赤な BMW ついに買いました。車両価格12万円、乗り出し価格18万円の、車です。車両価格12万円で買った BMW ってなんぼのもんなのか、ちょっと今からねチェックをしてみようと思います。この車を買うときにですね、マーさん新しい車買うって言って生放送とかでもねみんなに相談したりして、ついに購入しまして、購入する直前ね、BMW を買うって決めてから、この車とあとね2003年式の、白いやつが、同じ店にありまして、どっちかで迷ってたんですが、お店に見に行きまして両方見まして、こちらは1999年式です。2004年式の方が新しくてなおかつ、値段も安かったんですが、そっちはやめてこちらを購入しました。なんでこっちを購入したのかっていうことはね、今からだんだんと分かってくると思います。はい、まずですね、この BMW の3シリーズっていう車、どういう車かっていうことなんですが、ドイツのメルセデス・ベンツの C クラスとこの BMW の3シリーズっていうのは、世界のセダンの、お手本とまで言ったら言い過ぎですけど、ベンチマークとかリファレンスとかですね、そういうふうに言われてます。一応マーさんですね、10万円の車両でしたけど、メルセデス・ベンツの C クラスも以前ちょっと乗ったことがあって、C クラス乗ったら、3シリーズ BMW も比較でねちょっと乗ってみたいなっていうのを以前から思ってましたので、今回購入しました。で当然ね、マーさんが買う車ですからすごい古くて安い車なんですけれども、1999年式、型式でいうと E46 っていう型式になります。一応ね、3シリーズの中では E46 っていうのは名車というかですね、出来がいいというか定評ある、モデルにはなってるみたいです。1999年式はその E46 の前期モデルっていうことになりますね。ではですね、周りをぐるっと一周しながらまずボディのコンディションを紹介していこうと思います。この車はですね12万円で購入したんですが、購入を決めた一つの理由がですね、ボディコンディションが非常にいいっていうことなんですね。赤い車なんですけれども全然色あせがなくてですね、新車のようとまで言っては言い過ぎかもしれないですが、相当コンディションがいいです。なかなかねこれだけ綺麗なのは、高い中古車でもなかなかないと思います。ちなみにですね、ボディをチェックするときはボディの、へこみですね、へこみとか変形をチェックするときはこういう浅い角度から見ると分かりやすいです。特に気になるようなへこみとかはないです。こちらもずっと綺麗なものなんですが、ここねドアの下のところ、ここにちょっと引っかいた傷があって、何かタッチアップで直してありますね。それからフロントバンパーのここが一番大きな傷なんですが、ぶつけた跡があります。これもタッチアップで直してありますけど、ちょっと、バンパーに穴が開くぐらい結構大きくやってますね。といってもちょっと離れれば気づかない程度なんですけどね。それからヘッドライトも全然曇りとかなくてですね、綺麗なものです。ですからこの車両おそらく車庫保管だったと思います。中古車屋さんもそう言ってましたし、中古車屋さんの話だと1オーナーか2オーナーぐらいで、女性のオーナーが車庫保管で、丁寧に乗ってた車だというふうに聞いてますが、実際コンディションを見てもねそんな感じがします。このボンネットのエンブレムも全然古びてなくて、新車みたいですね。それからキドニーグリルも綺麗です。古い外車ね、20年落ちぐらいの古い外車って結構安い値段で売ってる場合が多いんですが、そういう車両はやっぱりねあんまり綺麗じゃない、ちょっとボロいのが多いんですが、この車両は非常に綺麗で、だからこそこちらを選んで買ったというところがあります。 BMW の古い車両ってこの黒い、樹脂のパーツがですねボロボロになってるのが多いそうなんですが、
この車は特にそういうことはないですね。傷のつきやすいドアミラーにも、傷あることはあるんですが、ほとんど傷がないです。それからこういうモールとかトリムですね、こういったのも、古くて安い中古車だと、結構サビサビになっている場合が多いんですが、この車両はこういう、細かいパーツも非常に綺麗なままになっています。リアウィンドウを見ると名鉄オートのステッカーが貼ってあります。この新車販売時に貼られるディーラーのステッカーですね。これは中古車のコンディションを見るとき意外と参考になるというかですね、当然ディーラー車だなっていうことも分かりますし、このステッカーのね錆びれ具合、劣化具合で、屋外保管だったか車庫保管だったか分かると。このステッカーはちょっとひび割れて結構古びてますけど、でも年式から考えれば割といいコンディションかなという感じですね。フロントガラスには、点検整備済みのステッカーが貼ってあります。平成29年の9月に検査してますから、やっぱりこの車はちゃんと整備はされてた車だっていうふうに考えられると思います。あと惜しいのはですね、このホイールのここのエンブレムが、取れてしまってなくなってます。ホイールが4本あるうちの、2本なくなってます。本来はこうなってないといけないっていうことですね。ちょっとこれが残念といえば残念なんですが、でもそもそもこのホイール自体がどうなのかっていうことがありまして、これ15インチなんですけど、どうでしょうね、さんあんまりね大きなホイールに興味ないですが、そうは言ってもやっぱり16、17インチにしたいような気もしないでもないですね。あとタイヤもですね、中古車のコンディションを知る上で参考になるんですが、この車両は、ミシュラン入ってますので高いタイヤですから、やっぱり前のオーナーはこの車にお金かけてたのかなと思います。ただしですね、このタイヤの製造年月日を見ますと2604と書いてあります。ですから非常に古いっていうことになります。その割には全然ひび割れとかなくて、山も、7分山ぐらいの山があるんですが、ということは、このホイールはもしかしたら外してずっとしまってあったのかもしれないですね。そして普段は17インチ18インチのホイールを履いてて、売却時に倉庫から引っ張り出してノーマルに戻したっていうことなのかもしれないです。はい、じゃあ次はね、エンジンルームを開けてみようと思います。じゃじゃんということでですね、エンジン一目見てわかると思いますが、6気筒です。この車ですね、中古車情報サイトには 318i っていうふうに表示されてたんですね。もう一台迷ってた方の2003年式の白いやつも同じ 318i だったんですが、実際ね、中古車屋さんに見に行ったら、こっちの赤い方は6気筒エンジンが積んでありまして、と思って後ろのエンブレムを確認しましたら 318i じゃなくて 320i だったんですね。318と320は大きく違います。排気量が違うっていうだけじゃなくて、エンジンが4気筒か6気筒かの違いがあるんですね。ですからこれが決め手になって、こっちの1999年式を買いました。比較してた2003年式の方は間違いなく 318i で4気筒エンジンでした。ですから4気筒と6気筒だったらね、年式が4年古くてもこっちの方がいいやっていうことでね、こちらを買ったということです。これね、もう中古車屋さんに見に行ってボンネットパッと開けた時ね、その時は4気筒だと思い込んでたので、あれと思ってちょっと自分の目がおかしくなったんかなと思って、本当にびっくりしたんですけれども、318i で乗ってましたが、実際は 320i で6気筒エンジンでした。BMW の6気筒エンジンはシルキー6って言われてまして、非常に有名なんですよね。ですからやっぱり一度はそのシルキー6を味わってみたいということでね、購入しました。12万円の車でね、そんな偉そうなこと言っても仕方ないですけどね。
はい、そしてですね BMW の車はエンジンがですね搭載方法に特徴がありまして、もうこのエンジンが運転席の方にめり込んでるように見えますよね。前後重量配分を適正化するためにエンジンを可能な限り後ろに寄せて乗せるっていうのが BMW のやり方なんですよね。ですから大きな6気筒エンジンなんですけれども、前の方には割と余裕があると。そしてエンジンルームの中もまあまあ綺麗ですね。さっきまでわざと隠してましたが、後ろのエンブレムも間違いなく 320i となってます。そして320i と 318i の違いはこの、テールパイプですね。こっち2本出しになってますけど 318i だと1本出しっていうことになってるみたいです。はい、では続いて車内を見てみます。こんな感じになってまして、車内も、非常に綺麗です。例えばですね、このサイドシル、運転席側のサイドシル、結構ね靴でこすった跡が、いっぱいあるものなんですが、この車もあることはあるんですが、年式の割には非常に少ないと思います。綺麗になってますね。こっち側はちょっと傷があるかな。はい、それからシートですね。シートも比較的やれが少なくてですね、破れとか、明らかな色あせとかそういったものはないです。走行距離は現時点で77,800キロぐらい。これも年式の割には少ない方って言えますね。車内にはカロッツェリアのナビがついてます。これは古いものなのでもう取り外しますけれども、結構ねちゃんとついてるので、この本体もちゃんとついてますし、テレビ受信用のアンテナもねこうやってフロントガラスに4箇所貼ってありますし、あとハンドルにもこんなリモコンがついてます。こういうのを全部ね、きれいさっぱり跡形もなく外そうと思うとそれはそれで結構大変なんですが、これは外していきます。それからオーディオなんですけど、なんとねカセットなんですよね。1999年でも純正でカセットがついてるオーディオってもうちょっと珍しいんじゃないかなと思います。あとミッションは5速オートマ、BMW でいうところのステップトロニックっていうですね、マニュアルモード付きになってます。あとこちらには、カップホルダーがありまして、ちょっと面白いなと思ったのはここですね。これ何かなと思ったらここにコインをですねしまうためのものだということですね。使わないですけどね、おかしなものがありますね。トランクも見てみます。ほとんど使われてなかったような感じで非常に綺麗なトランクですね。ここにねバッテリーがあります。これも重量配分を改善するためですね。それからなんだっけ、ウォークスルーじゃなくてトランクスルーかなってまして、トランク容量を広げることができます。トランクのフードの裏に車載工具がはめ込まれています。こんな感じになってまして、車載工具いくつかちょっと欠品があるように見えるんですが、しょうがないかなという感じですね。はい、こんな感じでですね、12万円で買った BMW なかなか綺麗じゃないかっていう感じなんですけれども、その外観的には当たりの車両になるかなと思います。ただわかんないですよね。まだねエンジン、ミッション、下回りいろいろありますからね。その辺のところはね次の動画でまた詳しくチェックしていこうかなと思います。はい、では今回もまーさんの動画をご視聴いただいて今ですね、この新しく買った BMW320i で、高速道路を走っております。12万円で買った車ですけどね、全然不満はない、何の問題もないですね。まっすぐシューンと走ります。とりあえずですね、主観的な意見で言うと乗り心地もスムース、エンジンもスムース、非常に滑らかな感じがします。
まず乗り心地なんですけど、マーさんドイツ車の、コシのある固めの乗り心地がすごく好きなので、ドイツ車ですから当たり前ですけど、まさにそういった乗り心地、硬いといえば硬いんですけどね、そこがいいという感じですね。ただですね、今ここは名古屋高速なのでそんなにスピード出てませんが、東名なんかをですね100キロぐらいで走るとちょっとですね若干、ふわつきみたいなものを感じます。ですからショックアブソーバーがやっぱりへたってるんだろうなという感じがします。それとですね一般道なんかを走った時でも路面のゴツゴツをですね15インチホイールにしてはやたらとはっきり拾う感じがあるんですね。その辺もショックアブソーバーのへたりのせいなのかなと、高速域でのふわふわ、それから、路面のゴツゴツを拾うっていうところですね。ショックアブソーバーがへたってくると路面のゴツゴツを拾うのかって言われると、マーさんは結構そういうことはあると思ってます。それ以外はね全然問題ないです。直進安定性よしという感じで、コーナーも非常に安定しててね。そしてエンジンなんですけれども、BMW の憧れの6気筒、シルキー6っていうやつですね。すごく滑らかで、しかもね適度にそのエンジンが主張をしてくるっていう感じなんですよね。以前にメルセデス・ベンツの、C クラス V 型6気筒のやつ乗ってたんですけど、あれはねエンジンの印象がないというか、要するにエンジンがねちゃんと仕事をしてるんだけど裏方に徹してるっていう感じなんですよね。だからエンジンを味わうっていう感じはあんまりなかった。それに対してですねこの BMW はすごいエンジンのフィーリングを楽しむことができると。車内が決してうるさいわけじゃないんですが、エンジンの音がですね適度に聞こえてきて、非常に気持ちがいいという感じがします。メルセデス・ベンツの C クラスがね悪いっていうわけじゃなくて、それぞれ車作りの考え方の違いなんでしょうね。ベンツなんかは特別なスピードモデル以外はやっぱりエンジンっていうのは裏方でいいっていう、その方がいいっていう考えなんじゃないかなと思います。一方BMW はこういった3シリーズのですね、ベーシックなモデルであっても、エンジンの音を楽しんだり、それなりにスポーティーに、走れる方がいいっていう考えなんでしょうね。マーさんがね、BMW の6気筒っていうことでちょっとプラシーボ効果というかですね、BMW だからいいに違いないと思って乗ってるから余計いいように思えるっていう部分もあるかもしれないです。正直ねメルセデス・ベンツ乗ってる時はエンジン、どうかなってそんなにね、注意してエンジンのフィーリングを確かめるっていうこともそんなにしなかったと思うんですが、やっぱ BMW の、シルキー6の車に乗るとエンジンのことをすごい気にしちゃうんですよね。だから余計エンジンが主張してきてそこが気持ちよく感じるのかもしれないです。はい、では今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。